皆さん、こんにちは。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。ジャンナことです。今日も一緒に日本語の世界を楽しみましょう。日本に来て日本語を勉強していると、もっと上手になりたい、日本人のように話したいといつも思いますよね。私もそうでした。特に日本に来たばかりの頃はいつも完璧を目指していました。発音、文法、漢字、一つでも間違えるととても恥ずかしくて落ち込んでいました。今日のテーマは完璧じゃなくてもいいと気づいた日です。これは私が日本の大学の日本語クラスで友達と一緒に発表をした時の話です。完璧な発表をするために私はたくさんの時間を使って一生懸命準備をしました。でもその経験を通して私は完璧よりももっと大切なことに気づくことができました。今日はその時の話を皆さんにシェアしたいと思います。私が日本の大学に入って最初の学期のことでした。日本語のクラスで自分の国の文化を紹介するというテーマでグループ発表がありました。私のグループは私とアメリカから来たトムさん、そして中国人留学生のメイさんの3人でした。私たちは3人で集まって何について発表するかを話し合いました。私は自分の国の美しい景色や美味しい料理についてみんなに知ってほしいと思いました。トムさんは音楽について、メイさんは歴史について話したいと言いました。そこで私たちは3つのテーマを合わせて1つの発表を作ることにしました。私はこの発表で絶対に失敗したくないと思っていました。先生や日本の学生たちの前で下手な日本語を話したくなかったのです。だから私は誰よりも一生懸命準備を始めました。まず私は自分のパートの原稿を書きました。何度も何度も書き直して日本語の先生にもチェックしてもらいました。そしてその完璧な原稿を全部暗記することにしました。毎日寝る前に鏡の前で何度も発表の練習をしました。発音がおかしくないか、話すスピードは速すぎないか、一つ一つ細かくチェックしました。これで大丈夫。これならきっとうまくいく。私は自分の準備にとても自信がありました。一方、グループのメンバーであるトムさんは私とは全く違うタイプでした。彼はいつもリラックスしていて、あまり細かいことは気にしないようでした。私たちが集まって練習をする時も、トムさんは詳しい原稿を用意していませんでした。彼は話したいことのキーワードだけをメモした紙を持ってきて、それを見ながら話す練習をしていました。私は少し心配になりました。トムさん、本当に大丈夫ですか？もっとちゃんと原稿を書いた方がいいですよ。私は彼に言いました。するとトムさんは笑いながらこう言いました。大丈夫、大丈夫。暗記すると緊張して忘れちゃうからさ。キーワードだけ見て自分の言葉で話す方が僕には合ってるんだ。私はトムさんのやり方が信じられませんでした。そんな準備でもし言葉に詰まったり間違えたりしたらどうするんだろう。私は自分のやり方が絶対に正しいと信じていました。そして発表の日がやってきました。私たちのグループは
3番目でした。前のグループの発表を見ながら、私の心臓はどんどん速くなっていきました。練習通りにできるだろうか。途中で言葉を忘れたりしないだろうか。私は暗記した原稿を頭の中で何度も繰り返していました。ついに私たちの番が来ました。最初に私が発表を始めました。皆さんこんにちは。今日は私たちの国の文化について発表します。最初は練習通りにスムーズに話すことができました。でも発表が進むにつれて私はだんだん緊張してきました。たくさんの人が私を見ている。先生がメモを取っている。そう思うと頭が真っ白になりそうでした。そして事件が起きました。発表の途中で私は次に何を言うか完全に忘れてしまったのです。あれだけ毎日練習したのに、完璧に暗記したはずなのに、言葉が全く出てきませんでした。頭の中はパニックです。私は黙ったまま動けなくなってしまいました。教室の中がシーンと静まり返りました。その静寂がとても長く感じられました。どうしよう、どうしよう。私は恥ずかしくて泣きそうになりました。その時です。隣に立っていたトムさんが私の肩をポンと叩きました。そして小さな声で深呼吸して大丈夫だよと言ってくれたのです。そしてトムさんはみんなに向かって笑顔でこう言いました。ジャンラコトさんの国の料理、僕も写真を見ましたけど、本当に美味しそうですよね。特にフラビトトという料理が有名なんですよね。トムさんのその一言で教室の空気が少し和らぎました。そして私はハッとしました。そうだ、フラビトとの話をするところだった。トムさんの助けで私は思い出すことができました。はい、ありがとうございます。フラビトとはキャッサバの葉と豚肉で作った料理です。私は震える声で何とか発表を続けることができました。次にトムさんの発表の番でした。彼はメモを見ながらとても楽しそうに話しました。時々少し文法を間違えたり言葉に詰まったりすることもありました。でも彼は気にしませんでした。すみません。この単語は何でしたっけ？あ、そうだ。そんな風に笑いながら話していました。不思議なことに彼の発表は聞いていてとても楽しかったのです。彼の気持ちがまっすぐに伝わってくるようでした。教室のみんなも笑顔で彼の話を聞いていました。私たちの発表は完璧ではありませんでした。私は途中で言葉を忘れ、トムさんは文法を間違えました。でも発表が終わった時、先生は私たちにこう言いました。とても良い発表でした。何よりも伝えたいという気持ちがよく伝わってきましたよ。その言葉を聞いて私は気づきました。私が目指していた完璧は一体何だったのでしょうか。間違えないこと、スムーズに話すこと、もちろんそれも大切です。でもそれよりももっと大切なことがある。それは伝えたいという気持ちなのだと、その時初めて分かりました。私は完璧な原稿を暗記することに集中しすぎて、
一番大切な心を忘れていたのです。一方トムさんは完璧な日本語を話すことよりも自分の気持ちを自分の言葉で伝えることを大切にしていました。だから彼の話は人の心に届いたのです。この経験から私は少し変わりました。日本語を話すとき、間違うことを恐れなくなりました。完璧じゃなくてもいい。少しぐらい間違えても大丈夫。大切なのは相手に自分の気持ちを伝えようと努力すること。もしあなたが今日本語の勉強で完璧にならなきゃと自分にプレッシャーをかけているなら、少しだけ肩の力を抜いてみてください。完璧じゃなくても私たちはコミュニケーションができます。そしてその不完全なコミュニケーションの中にこそ温かい心のつながりが生まれることもあるのです。あの日、私は日本語だけではなくもっと大きなことを学んだ気がします。はい、今日のポッドキャストはここまでです。私の少し恥ずかしい失敗話に最後まで付き合ってくれて本当にありがとうございました。皆さんは何かに挑戦して完璧じゃなくてもいいんだと感じた経験はありますか？もしよかったらあなたの経験もコメントで教えてくれると嬉しいです。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。